皆さん、日本人はある特徴を持っていることわかりますか？何を話さなくても、服装が地味でも、空港を出て10分で日本人と気づかされてます。なんでって思いません？皆さんには無意識の癖があるんですよ。僕は韓国人として日本で9年間暮らしてきて、数万人以上の日本人を見てきました。ここで日本人ってすぐわかるなという瞬間があるんですね。この動画でですね、海外で日本人だとすぐバレる行動5つを紹介します。見終わった後、あなたも全部当てはまってると驚く確率です。そしてきっと、でもそこが日本人の魅力だったかもしれないと感じてもらえると思うんですね。まず一つ目はですね、やたら謝る譲るということです。海外に行ってまず感じるのはですね、日本人謝りすぎないということですね。ぶつかってなくてもすいませんとか、道を聞かれても、すいませんよくわかりませんがとか、韓国人の僕から見ると、これもう反射神経レベルなんじゃないかなと思うんですよね。エレベーター特に面白くてですね、頼まれてなくても、すいません押しますね、みたいな感じだったりとか、皆さん出るとき、すいませんありがとうございます、みたいなことを無言で言いながら出ますよね。エレベーターの設計的にきっと押してあげなくても大丈夫なのにですね、あなたのことを尊重していますよ、みたいな感じで押してあげたりするんですね。これ韓国では考え方が違くてですね、そこに意味はあるの？早く降りた方が効率良いよとか、これ欧米ではですね、同じような優しさはあると思うんですけれども、これは常識だな、どうぞどうぞみたいな、この規則的な、規則としての反応に近い感じですよね。でも日本ではちょっと違くて、相手の気持ちを守るように意識するがあると思うんですよ。ここにまさに文化のコントラストがあるかなというふうに思っていて、意識するというのがあるから、意図的に行動をとる。それが相手に伝わり、相手も同じく意識し始める。自分がちょっと不便になっても、和を保てるようにする。それがいつか自分に返ってくるからということですね。この優しさの共同体が日本人らしいものかもしれませんね。二つ目の話、声が小さいというのと空気を読むというところです。ヨーロッパ観光地の食堂に行くと、まず音の壁にぶつかります。英語、スペイン語、中国語、みんなの声が大きい。脱げてカップの音さえかき消す。そんな中で、下に話しているグループが一つあるとしたら、99% 日本人なんじゃないかなと思います。世界一般的にはです、界隈はもっと音楽的なんじゃないかなと思うんですよね。感情がそのまま出て、テンションに身を任せて、日本人の声量は、でも日本人の声量は他国の人の半分以下であって、電車の中皆さん見てみると、囁きレベルじゃないですか。駅のホームでは風の音にかき消されるほど控えめなんじゃないですか。笑う時も、あははとかじゃなくて、はははみたいな感じなんじゃないですか。写真を撮る時も、もちろんこういう人もいると思うんですけども、こんな感じの人多いじゃないですか。なぜそうなんだろうって考えてみると、公共の場では静かにするっていうことがあると思うんですよね。日本でも電車、バス、飲食店の中で思い出してみてみると、同じ空間の中では、自分の小さい島を作って島の中で楽しむ。他の人の島には音とかで害を与えないようにする。それが染みついているなと思うんですね。もちろん日本でも声が大きい人とかいると思うんですけども、傾向的にはその比率が低いという話です。三つ目はですね、このリアクションですけれども、すごいとかこういうのあるんですね。この静かにしている時は世界一なのに、いざリアクションとなると世界一テンションが上がる民族かもしれません。誰かの話を聞いて、すごいとか、そうなんだとか、やば、えぐ、きつ、マジ、嘘、いやいやいやとか、こういうイントネーションあるじゃないですか。これすぐ分かっちゃうと思うんですよね。声のトーンが一気に変わったりすると思うんですよ。僕が韓国で友達と話す時には、ただただ、うんとか、そうなんだとかで終わるんですけれども、日本人の友達と話していると、言葉の一つ一つに、へーとか、なるほどねみたいな全身で反応してくれる。この共感のうなずき力とか、ほんとすごいと思ってるんですよね。話してる側は気持ちよくなって止まらなくなると思うんです。実際にですね、このリアクションを見て恋に落ちる外国人も多くてですね、こんなに自分の話を真剣に聞いてくれる人初めてみたいな反応になるんですよね。この日本人のリアクションの美学はただの会話術とかじゃなくて、相手の心を包み込み優しさの表現そのものなのかもしれません。皆さん、プチアドバイスですが、もし落としたい外国人の方がいれば、このリアクション戦術を意識的に使ってみてくださいね。4つ目の話はですね、食事マナーが異次元すぎるということです。海外のレストランで日本人と一緒に食事をするとすぐにわかります。静かすぎる、丁寧すぎる、そして綺麗すぎるということですね。ナイフとフォークの音はほとんどしない。一口ずつまるで儀式のように食べ進める。いただきますという両手を合わせ、食べ終わったらごちそうさまでしたみたいな一礼する。この一連の流れはですね、まるで心のお作法のようなものですね。世界一般的にはですね、結
構ここまで考える民族っていうのは少ないんじゃないかなと思っていて、スープをすする時の音も、気にする文化圏あると思うんですけれども、日本とは若干違うと思いますし、みんなでワイワイ大声で楽しみながら食べてる人の方が多いと思うんですよね。でも日本人は食事そのものに敬意を払うというのもあって、食事を作った人とか料理を出してくれた人とか食べさせてもらうという関係にまで礼を込めますよね。そして僕日本に来て一番感動したのがですね、ご飯を残さないことでして、白いお皿が見えるまで最後までピカピカに食べれるようにする。この綺麗に食べることに日本人の美意識が宿っているかもしれません。このご飯を一つまで食べきるレベルの意識は、僕が知る限り世界で日本だけなんじゃないかなというふうに思うんですよね。もちろん他の国でもさっきも SDGs 持続可能な開発とかで食べきなさいっては言うと思うんですけれども、この割合で見ると、日本の方が結構高いんじゃないかなというふうに思っています。静かに丁寧に、そして感謝を込めて食べる。皆さんの日頃の食事には、そんな日本文化が隠れていると思います。最後5番目ですね。お土産をちゃんと買うというのがあって、海外の空港とか観光地でお土産コーナーで真剣な顔をして悩んでる人がいたら、種類ごとに数箱を買おうとする人がいたら、ほぼ間違いなく日本人だと思っています。どれにしよう、どの箱が可愛いかな、でも個別包装ではないな、みたいな、この店員さんに声かける間もなく10分、20分、30分ぐらい選んでるその表情、まるで大切なプレゼントを選ぶような表情。日本の方って、自分のための以上に誰かのために買ったりするじゃないですか。職場の同僚とか友人とか親戚とか時には近所の人まで買うじゃないですか。だから選ぶお菓子とか必ず箱入りでみんなで分けられる個別包装とか無難に美味しいとかこういう3つのことを大事にしてますよね。海外ではですね、自分へのご褒美とかもしくは周りの人のために買うとしても親しい何人かの分っていうのが基本かなというふうに思っています。お土産を大量に配る文化も珍しいかもしれません。これ旅行先で見つけたんですよという笑顔までセットなんじゃないですか。つまりお土産とは記憶の共有。日本人は旅の思い出を一人で終わらせない民族なんですね。このささやかな心遣いは温かいものでもあります。最後に一番大事な話をしたいと思っていて、この5つの特徴には共通して流れているものがあると思うんです。それが和の文化なんじゃないかなというふうに思うんですね。自分よりの先に相手を思う。静かにしているけれど、心はとても熱い。迷惑をかけないように誰かのために行動する。この生き方ですね、実はとても難しいことだと思います。常に自分と他人の両方を意識して、社会全体が気持ちよく生きられるように考える、行動する。日本という島国は、そうやって皆の幸せを調和で作ってきた、そのような国なんじゃないかなというふうに思いました。それは効率という概念とはちょっと近くて、心の技術なのかもしれないと思ったんですね。これは日本ならではの素敵さなのかもしれません。もちろんですね、この文化っていうのは時代によって変わると思います。この和の心も、いつか形を変えていくかもしれません。でも、僕はこの文化が確かにここに生きていたということを決して忘れてほしくないと思っております。あなたが思う日本人らしさって何ですか？今日の話を聞いて感じたこと、ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでですね、韓国人の僕だから見える日本の魅力をこれからも発信していきたいと思っております。もし今日の動画面白かったら、皆さんぜひチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。以上、パコでした。アンニョン